こんにちは。今回はですね、僕が普段使っているこちらの富士フィルムの XS10 なんですけど、こちらのカメラをね、ちょうど買ってから1年くらい経ったので、今日はね、このカメラを去年1年間ずっと使ってきた感想などをお話ししていこうと思います。で、僕の使い方としては、写真も撮ったりするんですけど、主にね、動画をメインにこのカメラをずっと使ってきたので、今回お話しする内容は動画撮影についてがメインのお話になります。で、写真もね、たまに撮っているので、写真についても触れますけれど、主にね、動画に対するお話になります。それでは、よろしくお願いします。もともとこのカメラなんで僕買ったのかっていうと、このカメラの前に富士フィルムの XT3 っていうカメラをずっと使ってたんですけど、なんかね XT3 だとなかなか動画がうまく撮れなかったので、なんか動画を撮って YouTube やりたいなと思って、でこのカメラを買いました。でね、すごくね1年間使って、気に入っているし、特にね不満なところもないですし、今後もねこのカメラをずっと使っていこうと思ってるんですけど、今日はねこのカメラのいいところをいくつかねポイントを絞ってお話ししていこうと思います。はい、まず1つ目なんですけど、やっぱりねこのカメラの一番いいところはこのグリップがですねすごく大きくて握りやすいっていうところですよね。で、僕は結構手が大きくて、でさっきお話しした XT3 をずっと使ってたんですけど、やっぱりねこう動画を撮ろうと思ったらある程度の時間ね、長い間10秒とか20秒とかこうカメラを持ったままホールドして撮影をしなければいけないので、やっぱりこうグリップがね大きくてねすごい握りやすいっていうのはねすごく、このカメラの特徴でもあって、僕が一番、気に入ってる部分でもあります。片手で持って安定した映像が撮れるっていうのはすごくいいところだと思っています。はい、次のポイントなんですけど、このカメラは、手ブレ補正機能っていうのが、ついていて、全部で6段階だったかな。なんかね大中小みたいな感じ、大中小じゃないな、強中弱だそんな感じで6段階ぐらいの手ブレ補正機能がついていて、これがですねすごくね有効にね働いてくれて、こうカメラをこう手で持ってね三脚とか使わなくてもねすごく安定した映像が撮れるので、ここが、とてもいいところだと思っています。でね、さっきお話しした、僕もともと XT3 っていうのを使ってたんですけど、あのカメラはね残念ながらね手ブレ補正機能とかがついてなかったんですよね。それでね最初はね XT4 をね新しく出たからこっちを買おうって思ってたんですけど、 XT4 をねやっぱりこのグリップがねすごい小さくて、お店でこう思ったんだけど、これちょっと動画ダメだなと思って XT4 を買うのを諦めて、でしばらく半年ぐらいかな、経ったらこれが発売されたので、お店に行ってこれをこうグリップで持った瞬間にね、もうこれ買おうっつってもうすぐ即買いしちゃって、でそれからずっと使ってるんですけど、本当にね普段ね僕の動画をねいつもご覧になってる方はねお分かりだと思うんですけど、いつもねいろんな街にこう出かけてこう街の風景とかそういうのも動画で撮ってるんですけど、いちいちねやっぱり三脚をねわざわざ出してね撮影とかしてたりするととっても面倒くさいし、大体ね勝手に三脚使ってたりしたらねおまわりさんに怒られちゃうしね、なんか道路使用許可証とかいろんななんか必要なやつがあるみたいで、だからね三脚とか使わないでもねこのカメラはカバンからピュッと出してこうやってね手で持ってねこう安定した映像が撮れるので、これねすごくね気に入ってるポイントです。
はい、次はですね、写り、色味なんかについてお話ししようと思います。で、これはね、富士フィルムのカメラを購入される方ってね、皆さんそうだと思うんですけれども、フィルムシミュレーションっていうのが、ついていて、この写真だけじゃなくてね、動画にもね、そのフィルムシミュレーションっていうなんかフィルターみたいなものがね、使えるようになってて、で、何種類だったかな、10種類以上確かあると思うんですけど、実はですね、僕はフィルムシミュレーションはクラシッククロームしか今まで使ったことはありません。で、いろんなねタイプのフィルムシミュレーションがあって、いろいろ試して、その中でね自分で好きなやつをね、使っていくと思うんですけど、僕の場合はもう最初からもうクラシッククロームが好きだったので、ずっとねクラシッククロームを使って、動画を撮っています。でね、その動画だけじゃなくてね、写真もねそのままの状態で撮れるので、すごくねクラシッククロームで撮った映像っていうのが、映像も写真もそうなんですけど、自分の好みの、色味とか、雰囲気になっているので、すごく気に入ってるポイントです。でね、クラシッククロームで、動画を撮影した時にいつも、色編集とかそういうことは一切しないで、撮った素材をねそのまま編集でつなげてるだけなんですよね。だけどもうその撮った素材だけでね十分にね雰囲気のいい映像が撮れるのでね、これはねすごくね富士フィルムのカメラのいいところだなと思っています。それと、今お話ししたフィルムシミュレーションとは別に、富士フィルムのカメラって昔からね、なんていうんだっけ、ダイナミックレンジっていうのかな、なんか DR ボタンDR 機能みたいなのが、あって、実はですね、僕は富士フィルムのカメラってもう10年以上前からずっと使ってて、その頃からその DR ボタンみたいなのはあったんですけど、これはねすごくね有効的な機能で、いつも僕は DR400 っていうのに設定して撮影しています。でこの DR っていうのは一体ダイナミックレンジって一体何かっていうと、光の強いところから弱いところですよね。そのコントラストみたいなのをねすごくね滑らかにね表現して、動画として撮影して、もちろん写真もそうなんですけど、滑らかにね階調をね表現してくれるんですね。でこれがですねすごく良くて、光の強弱が滑らかに表現できるってことは、そこに映ってる色味なんかもすごくね滑らかにね表現してくれるんでね、この DR レンジとフィルムシミュレーションの組み合わせっていうのがすごく良くて、僕はねいつもその設定で映像を撮っています。はい、では最後にこのカメラの操作性なんですけど、これがですね、すごく、僕は気に入ってるポイントで、今までの富士フィルムのこの X シリーズって、このカメラの上の部分に ISO 感度の設定と、あとシャッタースピードの、ダイヤルボタンみたいなのがね必ずついてたんですけど、このカメラはねここにねダイヤルボタンは2つついてるんですけど、ISO 感度じゃなくて、ISO 感度とあとシャッタースピードじゃなくて、普通にねこうなんていうんですかね、モード切り替えのボタン、ダイヤルみたいなのと、あとこっちのダイヤルがフィルムシミュレーションを変えるダイヤルになってて、これがですねもともと僕 XT3 を使っていたので、最初はねちょっと戸惑った時期もあったんですけど、実際に使っていくとですね、逆にねこっちの方がね便利で、っていうのはどういうことかっていうと、このカメラの場合シャッタースピードを変えるダイヤルがここなんですよね。ここでこうやって変えていくんですよね。で、シャッタースピードを変える時って多分僕だけかもしれないですけど、こう突然訪れるじゃないですか。例えば動画撮っていて、すごいフリッカーが出てるからシャッタースピード落とそうとか、ちょっとここぼかしたいからシャッタースピードを上げて絞り上げようとかってこう突然訪れるんですけど、それがね突然訪れたことに対してすぐ反応できるっていうのがすごくいいなと思っていて、例えばここにシャッタースピードがついてた場合って、こう一回ね左手にこう持ち替えて、で右手でこうグリグリってシャッタースピードを変えなきゃいけないんですけど、このカメラの場合はもうここについてるので、ここ
カメラを構えた状態でもうそのままシャッタースピード変えようって時このまま片手でねキュッ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 って変えれてねピッピッピーって戻したりできるので、これがねファインダーをね覗きながらねそのままできちゃうっていうのがねすごくね便利でね、ここにねついてたね従来のね X シリーズよりもね逆にねこっちの方がね使いやすいなっていうふうに僕は思ってて、すごくねその辺をね富士フィルムさんもね考えて多分設計したんだと思うんですけど、僕はねすごくね使いやすいなと思っています。あとねここにあるこの Q ボタンっていうのがあるんですけど、これもねすごくね便利でね、これねクイックメニューボタンっていうのかな、正式な名前ちょっと間違えてるかもしれないんですけど、この Q ボタンがねすごく便利で、多分他のメーカーのカメラでもこれ同じようなねボタンって多分あると思うんですけど、富士フィルムさんのいいところっていうのがこの Q ボタンをね自分でね任意で好きな項目を割り当てることができるのと、あとその好きな項目を割り当てる数がね自分でね選べるっていうのがね、ここがねすごくいいところで、例えばこれだと2個から24個かな、数を選べるんですけど、僕の場合はこれいつも4つに設定しています。で使いたいやつだけこう登録してすぐ使えるようにしていて、だってこれ16個とかねそんないっぱいあったらね、クイックモードなのにこうやってカチカチやって全然クイックじゃないでしょみたいな変なお話になっちゃうので、ここの Q ボタンはね僕はね4つにしてて、で一応4つになってるんですけども使うのは2個だけみたいな感じになってて、でそれもねさっき言ったみたいにねここでね全部できちゃうんで、片手でねこうやって撮りたい時にねすぐ変えたいって時にピッとしてピッて言ってピッピッて言ってもうすぐ1秒もかかんないですぐ設定が変えれるので、ここはねすごくね使いやすいなっていうふうに思っています。はい、最後にこれはちょっとねおまけみたいなお話になっちゃうんですけど、ここのね液晶ですね、液晶画面がですねこうやってねパカーンって開いてくるくるーってこうやってくるくるーって回るんですよ。これがねどうやらねいいみたいでね、なんか YouTube とかでねこう自分のことを撮ったりする時なんかもねこう液晶がね自分の方に向いてね液晶画面を見ながら撮影できるっていうのはね多分楽だと思うんで、ただ僕はこういうことを一切しないので実は液晶画面っていうのは使ったことがないです。なのでこのお話はちょっとおまけ程度なんですけど、僕はねいつも写真を撮る時も動画を撮る時もいつもファインダーを見て
XT4 よりもね後に発売されたカメラだから、こっちもねなんかパワーアップしたバッテリー使ってくれたらよかったのになってすごい思ってるんですけど、まあ多分コストの兼ね合いとかいろいろあったんだと思うんですけど、まあそこがねちょっと残念だなっていうふうに思います。2つ目なんですけど、熱対策ですね。でこのカメラ去年の8月に僕金沢旅行に行った時にこのカメラを持って行ったんですけど、真夏の暑い日に外でこのカメラを使ってたんですけど、その電源入れてからもう3分くらいかな、5分かかんないぐらいでもう熱が熱くてダメですよみたいな警告ランプがついちゃって、と思って、3分でついちゃうってどういうことって思って、なんかね結構ね頻繁に熱が熱いですよっていう警告マークがね出るようになっちゃって、最初ね壊れちゃったのかなって思って富士フィルムさんに電話をして問い合わせたんですけど、どうやらこれはそういうものらしくて、暑い日とか夏場なんかは3分ぐらいでもう警告ランプが出ちゃって、でそのまま使い続けるともうね勝手にねその警告ランプが赤色になって勝手にカメラがシャットダウンして、もう電源とかも入らなくなっちゃうんでね、そこがねやけに早いなって思って、もうちょっとね長い時間使えたらいいのになっていうふうに思います。3つ目なんですけど、これさっきお話しした、ダイナミックレンジなんですけど、僕はいつも DR400 っていう設定で撮影をしてるんですけども、 DR400 に設定すると ISO 感度が自動的に一番低い状態で640になっちゃうんですよね。だから640よりも低い感度で撮影ができなくなっちゃうんですね。で外で感度が640って結構高いなって思ってて、もう100とかで十分なんだけど640もあるから3絞り分ぐらいね感度が高くて、でシャッタースピードね落としたいなとかって思ってもね感度が高いからねあんまり落としきれなかったりするんですけど、そこがねすごくねもっと低く設定できたらいいなと思ってて、で同じ富士フィルムの X100V っていうカメラはボディにND フィルター機能がついてるんですよね。でなぜかねこのカメラはねその ND フィルター機能がついてなくて、ぶつけちゃったでこれねせめてね感度がね640が一番低くてもいいから ND フィルターの機能をねこのカメラにもつけてほしかったなっていうふうに思います。そこはねすごくショックで、毎回ねこのカメラのレンズの前にね ND フィルターこうくるくるくるってつけたり外したりってすごいめんどくさいじゃないですか。でやっぱりこうパパって撮りたいんで、やっぱりねカメラ本体にねその ND フィルターの機能がねついてるとねすごく便利だったのになっていうふうに思います。はい、今お話しした3つが、このカメラのちょっとだけ残念だなっていうところのお話でした。でね、決してねこのカメラ悪いなとかそういうお話じゃなくてね、今話した3つをね差し引いてもね最初にお話ししたいいところがねすごくたっぷりあるんで、もうお釣りが来ちゃうぐらいねいいポイントの方が多いんでね、このカメラはねすごく僕は気に入っていて、これからもねこのカメラでいろんなところに行って、写真とか動画を撮りたいなっていうふうに思ってます。では今日はこれくらいで終わろうと思うんですけど、1年間この富士フィルムの XS10 を使った感想のお話でした。でね次回ねいつもね僕がね動画とか写真を撮ってる時のカメラの設定はいつもどんな設定にしてるんですかっていう質問がねコメント欄にいただけたので、次回はねそのカメラの設定内容について設定の仕方設定の内容、僕が設定している設定内容について、次回の動画でお話ししていこうと思うので、よかったらねまた次回の動画も、見てください。では、この辺で終わろうと思います。ありがとうございました。バイバイ。